皆さんこんにちは、またたびです。今回は北海道にある川湯温泉に向かうんですが、周辺の観光スポットを巡りながら向かいたいと思います。現在も活動を続ける硫黄山を源泉とした温泉地で、場所は北海道の弟子屈町。東に摩周湖、西に屈斜路湖を望む大自然に囲まれた硫黄の香り立ち込める温泉街です。日本屈指の強酸性で殺菌力が高く、皮膚の疾患にいいようです。レモンよりも酸っぱくて、温泉に釘をつけておくと 2,3 週間で溶けてなくなってしまうそうです。そんなすごい泉質を持つ川湯温泉へ、周辺の観光地を巡りながら向かいます。まず最初に川湯温泉から約32キロの場所に位置する人気の観光スポット、神の子池を目指します。なんか書いてる。まだ行けんねや。ホテルからこうロープ張られてな。あ、そうなの。閉鎖されるじゃん、今まで行ったところ。一番近いところに止めさせてもらおう。はい、到着です。次はすぐ近くにある摩周湖に向かいます。近くとはいえ周囲は道路がないため回り込まないといけません。一気に天気が変わりました。周辺の地形により濃い霧が発生しやすい環境にあることから、霧の摩周湖とも呼ばれています。
多分何も見えへんやろな。摩周湖です。何も見えません。うっすら見えてます。爆買いです。花畑牧場のポップコーンに、六花亭のチョコ、白い恋人のチョコレート、ロイズのチョコレートね、摩周湖バター飴、取りました。ありがとうございます。はい。摩周湖がよく見えます。骨付きフランク、すごいね、燻製の匂いがします。ジューシー。川湯温泉に行く前に、川湯温泉の源である硫黄山に向かいます。硫黄山はアイヌ語でアトサヌプリといい、裸の山を意味します。明治初期から昭和30年代にかけて硫黄を採掘する鉱山として利用されていました。硫黄はマッチや火薬の原料として需要が高く、この硫黄採掘によって産業が急速に発展していったそうです。硫黄山は約 3.5 から 2.5 万年前に形成された日本最大のカルデラ、クッシャロカルデラの中央に位置し、標高は512メートル、現在も絶えず活動しています。目の前に見える噴煙が硫黄山です。日本一近くから噴気孔の鑑賞ができる活火山で、噴気孔はなんと1500以上あるそうです。山のほとんどは立ち入り制限区域に指定されているので、登山はできません。いや、すごいですね。硫黄山です。アイヌ語でアトサヌプリっていうみたいですね。ちょうどね、この山の頂上に太陽が出てて幻想的になってます。結構ね、間近で見れるみたいなんで行ってみます。
寒い。おー。すごいね。これこれ買おう。3つ。うまっ。美味しい？いや、美味しい。サブ。雪積もってきました。開湯は明治19年で硫黄採掘職人向けの湯宿が始まりとされています。川湯地域は大正末期までたった1軒の温泉宿があるだけでしたが、阿寒が国立公園の候補地になったことでにわかに賑わい始めたのが大正末期です。昭和になってから温泉街として栄え始めました。しかしその後戦火の拡大で観光業が停滞。戦後は子どもの火遊びが原因で市街の16棟31世帯が全焼するなど幾度の困難を乗り越えて、最盛期の1991年には年間73万4000人の宿泊客が訪れました。しかしその後は宿泊者数の減少が続き、東日本大震災による自粛ムード、北海道胆振東部地震の影響、さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、2020年の宿泊客は9万1000人まで落ち込み、現在は休業したままのホテルや廃墟が景観上の問題となっています。それだけではなく、ホテル・旅館の廃業による人材の流出などで人口も減少し、1960年に1万3000人の人口が2023年には6700人弱まで減少したそうです。温泉街の中に高温の温泉が流れていて、古くからアイヌの人々に瀬関別と呼ばれていました。川湯の由来は瀬関別を意訳したものです。この遊歩道川湯岩盤テラスは川湯温泉を象徴するエリアで、私が訪れる1ヶ月前に改装が施されています。衰退する中での温泉街の整備の理由なんですが、なんと川湯温泉に星野リゾートの進出が決定しました。星野リゾート弟子屈町環境省による川湯温泉まちづくりの再生事業です。これは川湯温泉が生き残るチャンスかもしれません。しかも星野リゾートの温泉旅館ブランド界で、私も伊東温泉の界安心に宿泊したことがありますが、文化や自然、ご当地の魅力に触れられるのが特徴なので、川湯温泉も期待大ですね。2026年に開業予定だそうです。現在は廃墟の解体作業なども行われています。小さな温泉地で歓楽街はありません。
星野リゾートは開発コンセプトを湯の川が紡ぐカルデラの森の温泉街と設定し、圧倒的なスケール感の中で温泉が注がれた川に入浴ができたり、川に沿って屋台が立ち並ぶ川湯横丁など、阿寒摩周国立公園の豊かな自然を生かした多様なスペースを提案しているそうです。川湯公衆浴場到着です。2024年9月にリニューアルオープンした公衆浴場で、1958年に創業し、全国の温泉ファンから愛されてきた温泉ですが、2022年に経営者の高齢化と施設の老朽化により休業していました。入ります。あ、つこぼうか。どこか懐かしいレトロ感のある館内です。釧路で左官屋さんやってる方なんですけど、あ、そうなんです。その人が、はい、懐かし館って言って、こういう古いものを展示する、小さな博物館みたいなのをもう趣味でやってるような方なんです。片手間で。なるほどなるほど。なのでその彼の、コレクションの一部をここに展示しているんですよね。こちらの二等辺三角形の長い旗なんですが、ペナントという昭和の定番のお土産だったそうです。初めて目にするものですが、当時のことを想像し、感情を刺激されます。左側は女湯、右側が男湯となっています。料金は大人500円、小人300円です。一応ね、今撮影許可の方いただきました。かなり酸性が強い温泉なんでね、メガネ、アクセサリー、金属はね絶対入れない方がいいと思います。中の方がこんな感じですね。うわ、すごい。タイルアートですが、女湯は摩周湖、男湯が硫黄山で、川湯のほとりで温泉に入っているような気分になります。シャンプーやリンスは、備え付けはありません。上がってきました。やっぱり酸性度の高い温泉だけあって、唇の周りがめちゃくちゃ酸っぱかったです。で、左の浴槽は43、4度ぐらいで、右は40、41度ぐらいかなと思います。違ったらごめんなさい。泉質は無色透明の硫黄泉です。硫黄の香りがむちゃくちゃして、硫黄泉が大好きなので最高の温泉でした。いや、むちゃくちゃいい温泉でした。あとね、従業員の方とね、楽しく、お話をさせていただきました。酸っぱくなかった？なんか口の周りが、口の周りをペペって舐めるんやけどさ。ペペって
せえへんかったから。いやもうほんまにレモンよ。一応更衣室はあるね。はい、到着しました。池の湯ですね。むちゃくちゃオープンな露天風呂です。もう丸見えです。この露天風呂内は滑りやすいそうです。更衣室もちゃんとありますね。女性用と男性用とあります。ここは一応水着着用可能な、露天風呂となっています。で、ちょっとオープンなんで、誰も見たくないと思いますので、水着を着用して、入りたいと思います。はい、こちらですね、更衣室。じゃあちょっと変身してきます。誰かメガネ忘れてますね。何度も注意書きがあります。浴槽内はかなり滑るそうです。めちゃくちゃ寒いです。今雪降ってるんでね、寒い。これぬるかったらもう終わりですね。お、魚が泳いでる。嘘。あー、ぬるい。あ、そうでもないか。40度ぐらいですかね。40度、41度あるかないかぐらいです。で、意外と、下が砂利になってて滑らないですね。はい。あっこでね、こっち見て妻がむちゃくちゃ笑ってます。多分ね、あれはけなしてますね。ようこんなとこ入るわって、すごい言われましたんで。はい。ちなみにね、もう大絶景です。目の前には、こんなね、雪のかぶった山と湖が広がってます。気持ちいい。足元から源泉が湧いてます。これはね、私の体から出た汚れではありませんので、ご安心ください。やっぱり野湯なんでね、ちょっと足でかき混ぜると、こういう苔のようなものが浮いてきます。そこまで不衛生ではないと思うんですけど、苦手な方はダメだと思います。砂利じゃない岩の部分は苔のようなものですごく滑ります。この辺は源泉が湧いてますね。めちゃくちゃ暖かいです。ただね、ちょっと寒くてなかなか温まるまでは出れないですね。冬はおすすめしません。あんまり体が温まりませんでした。寒い、寒すぎる。寒い。間違えて女子更衣室に入ってしまいました。寒い。でもちょっと体がポカポカしてますね。はい、
コタン温泉の方到着しましたけど、ちょっとお客さんが入浴してて撮影できないんですけど、こちらもね、湖を眺めながら、入浴することができます。さっきの池のよりは、こっちの方が暖かくて、適温だそうです。入るんだったら多分こっちの方がおすすめだと思います。